今これを聞いているあなたにちょっと想像してみてほしいんですが、はい。もし突然あなたのスマホに電話がかかってきたとしますよね。相手は出張中の会社の社長、あるいは離れて暮らすあなたの家族です。ええ。で、声色も話し方の癖とか、ちょっとした息遣いまで完全にその人本人なんですよ。なるほど。その声でトラブルに巻き込まれた、今すぐ指定の口座に数千万円振り込んでくれってパニック状態で頼まれたら、あなたはどうしますか？いやー、おそらく多くの方が、いやいや自分はそんなベタな詐欺には騙されないよって思うかもしれないですよね。そう、私も最初はそう思ってたんですよ。でも今日私たちがこれから深掘りしていく一連のケーススタディを見ていくと、その自信は少し揺らぐかもしれません。これ、決して SF 映画の話じゃなくて、今、この瞬間にも起きている現実なんですよね。そうなんですよ。今日はですね、最近のサイバーセキュリティに関する膨大なレポートとか、専門家の分析、あと元刑事の防犯アドバイスなんかを読み漁っていたんですけれども、はい。さらに2026年3月の最新ニュースなんかも含めて見ていくと、正直、なんていうかテクノロジーの進化のスピードが速すぎて、背筋が凍りました。本当に劇的に変わりましたからね。かつて私たちが当たり前だと思っていた耳に聞こえる声とか目に見える映像が決定的な証拠になる時代っていうのはもう完全に終わってしまったんだなと。完全にフェーズが変わりました。なので今回のミッションはあなたに向けてこの山のような情報から最も重要なエッセンスだけを抽出することです。情報過多になって思考停止しないように自分と大切な人を守るための知識の盾を一緒に手に入れていきたいなと思っています。とても大事なミッションですね。かつてのオレオレ詐欺ってどこかおかしな日本語だったり、ちょっと機械っぽい不自然な声だったりして。ありましたね。カタカタみたいな。そうなんですよ。だからあれって気づける隙があったんです。でも現在の AI 技術、特に AI ボイスクローニングの進化によってその前提は完全に崩れ去りました。ボイスクローニング。つまり声の複製ですね。レポートを読んでいて一番衝撃だったのがそのスピードと手軽さなんです。はい。完璧な偽物の声を作るのに何時間もの録音データなんて必要ないんですよね。驚くべきことに現在ではわずか3秒です。3秒の音声サンプルがあれば十分だと言われています。たった3秒ですか？はい。SNS に投稿された短い Vlog の音声とか、間違い電話に出てもしもしってお答えただけの一瞬の音声。それだけで声質だけじゃなくて、その人特有のイントネーションとか方言、さらには感情の起伏まで完全に再現したクローン音声が生成できてしまうんです。3秒って本当に一瞬ですよね。いやー、実際にイギリスのエネルギー会社で起きた事例が恐ろしかったんですが、はい、ありましたね。親会社の CEO を名乗る電話がかかってきて、子会社のマネージングディレクターが約2600万円、ユーロにして22万ユーロをハンガリーの口座に送金してしまったっていう。しかもこの犯人、声質を似せるだけじゃなくて、ドイツ語のアクセントまで完璧に模倣していたと。そうなんです。プロフェッショナルなビジネスの環境ですら騙されるわけですが、さらに深刻なのは、これが感情のハッキングに使われた場合なんですよ。感情のハッキング。アメリカのアリゾナ州で起きた誘拐詐欺の事例を見てみましょうか。ある母親に携帯に15歳の娘が泣き叫ぶ声で、ママって助けを求める電話が入ったんです。うわー、それはパニックになりますね。その後、見知らぬ男が電話を代わって、緑金100万ドルを要求してくるわけですが、このお母さんは一言一句息継ぎの仕方まで娘そのものの声だったと証言しているんです。それ想像するだけで胸が締め付けられますよね。15歳の女の子なら TikTok とか Instagram に友達と笑い合ってる短い動画をアップしていても全然おかしくないですから。つまり詐欺師はそこから音声を抽出して AI にかけて泣き叫ぶ声に変換したわけですよね。その通りです。ここで重要なのは人間の脳の仕組みなんです。私たちの脳って数十万年の進化の過程で自分の子供とか家族の SOS の声に対しては理屈じゃなくて本能で反応するようにできているんです。無条件に信じるように配線されているってことですね。はい。つまり AI は単にスマホをハッキングしているんじゃなくて、私たちの進化、生物学的な本能そのものをハッキングしているんです。なるほど。パニック状態に陥ると人間の脳は冷静な判断力を失って相手の身元を確認するっていう基本的なプロセスを完全にスキップしてしまいますから。あなたが SNS に何気なくアップした楽しそうな旅行動画の声が知らない間に詐欺師のフリー素材になっていて、あなたの大切な人をパニックに陥れる武器に使われるかもしれない。これ本当にゾッとしますよね。
声のハッキングがここまで来ているということは、当然視覚、つまり映像のハッキングも信じられないレベルに到達しているということなんです。いよいよディープフェイク技術ですね。はい。ここからは映像の罠について見ていきましょもし声と顔が両方ハッキングされたら、もう何を信じればいいのかわからなくなりますよ。例えば韓国の事例で60代の女性が大規模なロマンス詐欺の被害に遭いましたよね。A はいました。大ヒットドラマのイカゲームで有名な俳優のイ・ジョンジェを黙る相手からのディープフェイク動画を本物だと信じ込んじゃって、なんと5億ウォン、日本円で数千万円以上を送金してしまったっていう悲劇です。恋愛感情とか熱狂的なファン心理が絡むと、人ってどうしても信じたいものを信じるようになりますからね。そこに AI が生成したリアルな映像が提示されると、疑う気持ちが完全に麻痺してしまうんです。なるほど。そしてこの技術は個人のロマンス詐欺だけじゃなくて、企業の最前線でも猛威を振るい始めています。これ朝日新聞の2026年3月9日の報道で見てびっくりしたんですけど、日本の IT 企業のオンライン採用面接の話ですよね。はい。一体何が起きたんですか？オンライン面接の画面越しに吉井武文と名乗る日本人エンジニアが現れたんですが、面接官が映像の不自然さに気づいて採用を見送ったんです。映像の不自然さですか？専門家の分析によると、これは生成 AI を使って顔を日本人に加工したなりすましだったんです。外貨獲得を狙う北朝鮮の IT 技術者が身分を偽って日本の企業に潜入しようとしていた可能性が高いと指摘されています。企業の入り口である採用面接すら映像をハッキングして突破しようとしてくるってすごい時代ですよね。本当にそうですね。ただ映像を使った詐欺で今一番私たちの身近にあって被害が甚大になっているのは SNS 型投資詐欺じゃないですか。まさにその通りです。著名な実業家の堀江貴文氏とか経済アナリストの馬淵真理子氏の顔と声を無駄に使った投資広告、今これを聞いているあなたも一度は SNS で見かけたことがあるんじゃないでしょうか。ご本人たちも強い怒りとともに被害を告白していますし、ここで私たちが理解しておくべきなのは、彼らがどのようにターゲットの心理を操って洗脳していくのかという、その極めて組織的な手口なんです。組織的な手口。偽の広告をクリックすると LINE などのクローズドなグループに誘導されます。そこには100人ほどの参加者がいるんですが、実はそのほとんどが組織的に配置された桜なんです。ちょっと待ってください。100人が桜ですか？たった1人のターゲットを騙すために100個の偽アカウントを動かすってことですか？はい。それって詐欺師側にとってもコストがかかりすぎませんか？一見そう見えますよね。でもそれらはプログラムで自動化されたボットであったり、マニュアル化された極めて安くな労働力だったりするんです。彼らにとっては数千万円を奪えるなら安い投資なんですよ。うわー、なるほど。まさに劇場型の空間で桜たちが先生のおかげで今日も300万円の利益が出ましたって偽のスクリーンショットを連発するんです。そこで煽るわけですね。そうすると最初は半信半疑で眺めていた人も、自分だけがこの波に乗り遅れているんじゃないかっていう強い焦り、いわゆるフォモを猛烈に煽られるわけです。フォモ、Fear of Missing Out ですね。周りがみんな儲かってるように見えると人間ってどうしても焦っちゃうんですよね。でもいきなり数千万円振り込めとは言われないんですよね。そこが彼らの巧妙なところです。最初は数万円程度の少額から始めさせるんです。少額から。はい。指定された偽の投資アプリ上で、その数万円が数日で増えていく様子を見せます。そしてターゲットが出金したいと申し出ると、あっさりと本当の銀行口座に利益を上乗せして振り込んであげるんですよ。わざと一度お金を渡すんですか？はい。本当にお金が増えて戻ってきたという強烈なドーパミンを出させて、快感と絶対的な信用を与えるんです。完全に洗脳を完了させるための先絵ですね。怖すぎますね。
その成功体験があるからこそ、ターゲットは次にお金を借りてでも500万円、1000万円という代金を振り込んでしまうんです。そして最後、いざ全額を引き出そうとすると、引き出しには AI 手数料がかかるとか、税金を先に払わないと出金できないと言って追加入金を要求し続けるんです。そして最終的に音信不通になって逃げる。これが一連のシステマチックな手口です。恐ろしい。でも、そうしたディープフェイク動画とか偽のビデオ通話って自分たちで見破る方法はないんですか？現時点ではいくつか物理的な違和感はあります。口の動きと音声が微妙にずれる。リップシンクの不一致とか。口元がおかしいってやつですね。あとは顔の向きを変えたり、手で顔を覆ったりした時に輪郭が歪む現象。また、背景のロッカーやポスターが AI 特有の作り物のように滑稽に見えるといった点です。なるほど。背景もヒントになるんですね。ただ、技術は文字通り日進月歩で進化しています。視覚的な違和感だけに頼って見破ろうとするのは非常に危険ですね。ここまで大掛かりなディープフェイクとか投資詐欺の話が続きましたけど、実はもっと日常のふとした隙というか、私たちが毎日やっている行動に潜むトラップもあるんですよね。はい。クイシングやスミッシングと呼ばれるより身近なデジタルの罠ですね。報告書の中で福岡市で実際にあった事例がすごく身近で怖かったんですよ。焼肉弁当の件ですね。そうなんです。ある日、自宅の郵便受けに通常1980円の高級焼肉弁当が今なら期間限定で100円っていう綺麗なチラシが入っていると。で、LINE 公式アカウントから注文するための QR コードが載っているんですけど、これ存在しないお店の偽チラシだったんですよね。これが QR コードを悪用したクイシングです。QR コードとフィッシング詐欺を掛け合わせた言葉ですね。クイシング。はい。QR コードはスマホのカメラをかざすだけでアクセスできて非常に便利ですが、スキャンするまで URL を直接目で見て確認できないという致命的な特性があります。確かに、どんな文字の URL が読めないですよね。そこを悪用されて、偽の決済サイトに誘導され、クレジットカード情報を入力させられて抜き取られてしまうんです。スマホだけじゃなくてパソコンを使っている時も危ないですよね。ブラウザ通知詐欺。ニュースサイトとかを見ていると、ロボットではないことを確認するために許可を押してくださいってポップアップ出ることよくありますよね。ありますね。あれをうっかり押してしまうと、偽のシステムエラー警告が画面いっぱいに次々と表示されてしまうっていう。突然警告音が鳴り響いたりしてパニックになりますよね。そして画面に表示された偽のマイクロソフトサポート窓口なんかに電話をしてしまうと、言葉巧みにパソコンを遠隔操作するソフトをインストールさせられるんです。結果、ネットバンキングから不正送金されるなどの被害に遭います。さらに最近は、スミッシングも AI で進化しているとか、スミッシングっていう言葉も最近よく聞きますけど、改めてどういうものですか？こちらは SMS、ショートメッセージとフィッシングを掛け合わせた手口です。宅配便の不在通知とかですよね。それが有名ですが、最近は企業を狙って社長や上司を名乗る SMS で偽サイトへ誘導する手口が増えています。企業向けに。はい。以前のフィッシングメールって翻訳機を通したような変な日本語が使われていることが多くて、私たちはそこで、詐欺だって気づけましたよね。そうですね。日本語がおかしいから大丈夫みたいな安心感はありました。しかし今は、生成 AI のおかげで完璧で自然なネイティブレベルの日本語が簡単に作れてしまうんです。これまで日本語という複雑な言語の壁に守られていた日本も、その壁が崩れ去って今や世界中の詐欺グループから狙われる格好のターゲットになっているんです。なんだかここまで聞くと正直パラノイアになりそうです。自分の目も耳も信じられないし、日常には罠が溢れているし、テクノロジーが牙を吐いているというか。でも今これを聞いているあなたにお伝えしたいのは、絶望する必要はないということなんです。いろんな専門家の防衛策を読み取れていくと、対抗策って拍子抜けするくらい意外とシンプルなんですよね。はい。ここが今日の深掘りの最大のポイントと言ってはいいかもしれません。相手がどれほど高度なテクノロジーを使ってサイバー空間から攻めてきても、私たちが身を守るための最強の盾は、実は超アナログな方法なんです。超アナログ。いいですね、そのコントラスト。具体的にはどんなルールがあるんでしょうか？すぐに実践できる3つのルールをご紹介します。まず1つ目は、家族や組織の間だけで通用する秘密の合言葉を決めることです。秘密の合言葉。昔飼っていたペットの名前とか、初めて家族で行った旅行先とかですね。そうです。ポイントは、SNS やネット上に絶対にデータを公開していない情報にすることです。なるほど。AI はネット上にあるデータをかき集めて学習し、クローンを作りますから、逆に言えばデジタルの世界に存在しない家族の頭の中にしかない記憶は、どれだけ優れた AI にも絶対にハッキングできません。確かに。電話口で相手言葉は
って聞いて相手が答えられなければ即座に電話を切る非常に有効なアナログ防衛術です。簡単だけど最強ですね。2つ目のルールは一度切ってかけ直すコールバックです。緊急の電話とかビデオ通話で、今すぐお金が必要だ、時間がないっていさかされても、必ず一旦電話を切る。そして自分がもともとスマホの電話帳に登録している相手の電話番号に自分からかけ直して裏を取るんですよね。発信元の電話番号を偽装するスプーフィングという技術も簡単に使われてしまいますから、ディスプレイにお母さんと表示されていても鵜呑みにせず、自分から確実なルートでかけ直すことが重要です。そして3つ目は、組織や会社における防衛術ですね。アクションスキップ、つまりルールの飛び越えを絶対にしないことです。たとえ CEO からの直接の電話で、緊急の国費プロジェクトだ、いつもの承認フローは無視して今すぐ振り込んでくれって言われても、絶対に定められた手続きを飛ばさない。その通りです。これ、元刑事の防犯アドバイザーの方も言ってましたけど、トップ自体が普段から俺からの指示でもルールのスキップは絶対に許さない、一度疑えって社内に集中を置いておくことが企業にとって最強の盾になるんですよね。まさにその通りです。社内の心理的平穏を保つことが最大の防御になります。また、投資詐欺に関しても究極のレッドフラッグ、つまり 100% 詐欺だと見抜ける明確な基準があります。なんでしょう、これを知っておくだけで全然違いますよね。振込先に個人名義の口座や金融庁に登録されていない無免許業者を指定された場合、個人口座と無免許。はい。そして出金時に税金や AI システム手数料の先払いを要求された場合、このどれか一つでも当てはまれば、例外なく 100% 詐欺であると断言できます。100% ですか？はい。正規の証券会社が個人口座に入金させることは絶対にありませんし、税金は利益から差し引かれるのが通常ですから。めちゃくちゃわかりやすい基準ですね。個人口座、無免許、出金前の手数料要求は絶対 NG と。さて、今日の深掘りをそろそろ総括していきたいと思うんですが、AI という最新のツールが使われてはいるものの、結局のところ詐欺師がハッキングしてついてくるのは乗り遅れるかもしれないという焦りとか、大切な人が危ないという恐怖、あとは権威ある人への服従といった昔から全く変わらない人間心理のバグなんですよね。本当にそうですね。だからこそ詐欺師の最大の武器はターゲットを孤立させることなんです。誰にも相談できない状況を作ることが彼らの狙いです。なるほど、孤立。ですから一人で抱え込まず、ちょっとでも違和感があったら立ち止まり、誰かに相談できるコミュニティや人間関係を持っておくことが最も効果的な防衛策になります。今日得たこの知識の盾をぜひご家族や職場の仲間と共有してみてください。それが社会全体の防犯力を高める第一歩です。本当にそうですね。共有することが最大の防御策です。さて、最後にあなたに一つ少し挑発的な思考を投げかけて終わりにしたいと思います。はい。今日の資料の中で堀江氏の動画などでも少し触れられていたんですが、今後の AI の進化の行き着く先としてエージェント AI という概念があるんです。エージェント AI。これは人間が毎回指示を出さなくても AI 自身が自律的に目標を設定して計画を立てて複数のタスクをこなしていくというものです。完全に自立するわけですね。はい。これを踏まえて少し想像してみてください。もし近い将来、詐欺のターゲット選定からディープフェイクの生成、自然な対話による心理戦、そして資金の回収に至るまで、人間の詐欺師が一切関与せず、プログラムされたエージェント AI が自律的に全自動で詐欺を実行するようになったら、私たちは果たして誰に騙されたことになるのでしょうか。それは深い問いですね。悪意を持った人間が裏でボタンを押していなくても AI が勝手に嘘をついてお金を奪い、その資金をどこかの仮想通貨の海に溶かしてしまう世界になった時、私たちの社会における信頼や責任の定義はどう変わってしまうのか。ぜひ次に AI のニュースを見た時にこの問いを頭の片隅に置いてみてください。今日も深掘りにお付き合いいただきありがとうございました。次回もまたあなたの好奇心を刺激するテーマで一緒にお話ししましょう。